サルどうも。今回は以前紹介したパリパリに焼いた鶏もも肉、それに合わせる付け合わせとソース紹介してほしいっていう風なリクエストが多かったので、それに応える形で料理を作っていこうと思います。ということで、鶏肉を焼いていきます。詳しい焼き方については以前作った動画の方を見てもらえたらと思うんですけど、今回は鶏肉を焼きつつ生野菜も一緒に焼いていって、野菜に鶏肉の旨味っていうのを移して全体的に一皿の統一感を出すような料理を作っていきたいと思います。そこから簡単に作れるソースっていうのも紹介します。それで以前の動画で冷蔵庫で皮を2時間ぐらい乾燥させておくとパリッと焼きやすいですよっていうようなことをちょっと話したんですよね。そのパターンっていうのもちょっと見たいっていう風にリクエストはあったので、今回は冷蔵庫で乾かしたパターンっていうのを使って焼いていきます。でこっちが冷蔵庫で、2時間乾かしたやつでもう結構色違いますよね。これちょっと黄色がかったというか、こうしておけば単純に水分っていうのがもう表面にあんまりないんでパリッと焼きやすいっていう話です。じゃあこれを使って焼いていきましょうか。で、いらない油だったり筋っていうのは軽く取り外しておきます。基本ここの油っていうのはちょっと分厚いですから、ここは外しちゃった方がいいですね。ここにの軟骨はほぼ間違いなくあるんで、外せる余裕がある人は外しといた方がいいです。で全体に軽く塩、次は野菜ですね。本当にお好みのものでいいんですけど、今回は比較的手に入りやすい野菜にしましたね。ヤングコーンなんかもあると結構美味しく仕上がるんじゃないかな。これも食べやすい大きさにカットです。これぐらいですかね。で次は人参、軽く面取りはしておきます。しなくてもいいんですけどね、より綺麗に仕上げるために。輪切りでいいですね。好きには輪切り、ちょっと厚めの方がいいかもしれない。こういうのは基本的にすぐ火入りますから。で野菜はある程度準備できたんで、このマッシュルームはソース用ですね。全然粗くでいいです。そんなにこだわらなくて。1個でよかった。これもソース用ですね。ほんとちょっとでいいです。鶏焼いていきます。鶏は塩しておいたんで少し表面に水分出てますから、これはしっかりと拭っておきます。でオリーブオイル、これ比較的多めに入れますね。で、もうフライパンの温度が低い状態から鶏肉入れちゃいます。でそこから中火、これもこういうような感じでクックパー引いて、何か重しとかがあればこういうような感じで押さえつけとくと楽ですね。でもうこの段階で野菜たち入れてっちゃいます。周りに入るだけでいいと思うんですよね。あんまり無理くり入れちゃうとしっかりと焼けないんで、フライパンの大きさにかかってますよね。これ野菜が浸かりづらいんで少しだけ油を足します。やっぱ油がなるべく野菜に触れてた方がしっかりと炒まるんで。それで、野菜にも一応塩しますね。あんまりずっとほったらかしっていうのもなかなか万が一のこともあるんで、問題なく焼けてますね。でちょっとこうやってゆすりながら
野菜だったり、鶏肉のね下にしっかりと油がこう滑り込むようにもう少しプレスします。でニンニクもお好みで、ニンニクはねそんなに急いで入れなくても結構すぐ火入るんで、好きなだけって言いたいところですけどね、2個3個あたりじゃないですかね。で今はだいたい 4,5 分ぐらい経ちましたね。これぐらい経てば基本的にその鶏ちょっと重しでこうプレスされてるんで、形がねしっかりとこうピシッと決まるんで、ムラなく全面にねいい感じに焼き色がつくんですよね、もうこの段階で。野菜たちもねじっくりとこの中で火が入って鶏肉のねうまみっていうのをこう吸いますから、ただ焼き色はねぼちぼちいい感じになってくる野菜たちもあるんで、それはねひっくり返したりして、であとは火が入り次第、引き上げていく。野菜はねどれも火入れ加減というのは違いますから、全部ね同じだったらすごいいいですけどね。ヤングコーンもいい感じ。3分ぐらいもう少しゆっくりこうやって火入れてたら、そろそろ火入り始める野菜も出てくるので、そしたら引き上げましょう。それでねだいたい8分、場合によっては10分ぐらい弱火でじっくり焼いたら、そろそろね野菜に火がね入り始めてきてる。いいっすね。結構どれもいいかも。だいたいねこういう時人参が入ってなかったりとかするんですけど、いいな。ちょっとアスパラ途中で足して入れたんですけど、で最初は一気に入れても入らない場合って結構あるんですけど、火が入り始めるとそれぞれね水分が抜けて縮みますから、縮んだら追加できる野菜とかもしあったら入れちゃうとか、比較的火が入りやすい野菜ですよね。鶏と野菜の香りすごいいい。ローズマリー、タイムとかでもいいですし、このね香りをさらに、油に移して、それを鶏肉が吸って、で鶏肉の香りが良くなる。最初野菜とか入れるタイミングでローズマリーとかもね入れたいんですけど、あんまり長い時間入れてると焦げちゃうんで、皮目どうかな。だいぶいい感じですよね。かなりバリッと。もう気持ち最後の攻め、最後ねもう一回中火に戻して、まだこの上の部分が火が入ってないんで、このね香りの油を鶏にかけて、もう一回ねこう香りを閉じ込めるというか、軽く、消毒程度にひっくり返して、これで OK です。この後ソース作っていくんで、冷めちゃうんでアルミホイルかぶせておきます。こう軽くでアルミホイルかぶせるとせっかくパリッと焼いた鶏の皮がしなってなっちゃうんじゃないかって思うかもしれないんですけど、しっかりと水分抜けきった状態で焼き切った、鶏の皮はそんな簡単にね水分戻ることないんで、ソース作っていきます。油はね一旦捨てちゃいますね。中火よりには弱火かな。でバターもほんの少量 10g ぐらいですかね。でさっきカットしておいた玉ねぎでマッシュルームも、玉ねぎのねちょっとした辛みとかそういうのを取り除くような感じですね。そしたら白ワイン、だいたい 50cc ぐらいですね。どんなソースかっていうと、フランス料理の中に、ブールブランというね基本的なソース、バターを使ったソースがあるんですけど、その他に結構こう似たソースで、バンブランっていうソースがあるんですよね。白ワイン主体と生クリームのソースなんですけど、それをねちょっとアレンジしたような感じで作ります。魚の出汁とかもね使うんですよね、ソースの中に。で今回はそれを鶏の出汁、チキンブイヨンを使って、簡単に作れるようにするつもりです。ある程度ねもう水分半分ぐらい煮詰まったら、ここでチキンブイヨン半分以上はもう煮詰まりましたね。そしたら生クリームで、あとは程よくとろみが出てくるまで煮詰めていきますね。
少し塩で、こういった生クリームとか乳製品って結構ね塩味感じやすいんで、塩味がこう足りないなと思って塩味足していくと、あるところ境に急にすごいしょっぱく感じやすいんで、結構ね慎重に塩した方がいいですね。いい感じにとろみついてきたな。で、今回フライパン使ってこういうね広い面積で、ソース作ってるんで、液体すぐ煮詰まるんで、そんなねほんと時間かかんないですね。で最後バター 5g ぐらい軽く入れて、レモン汁も少々、あと醤油を少し、醤油もレモン汁と同じぐらい、ほんとね隠し味になる程度で。醤油入れるとねまたねうまいんですよね。濃度も程よくついてきたんで、これぐらいでいいですかね。これ以上いっちゃうとねまたねこう急にグッとドロドロっとした感じになっちゃうんで、程よくサラサラ感が残るぐらい。よし、じゃあ鶏肉カットしていきます。いいね、文句ない、文句ない。野菜たっぷりだな。それであとは作っておいたソース、ちょっと板パセとか色味で、いい感じの音してますね、皮。うまっ、うまっ、これうまい、やっぱりやばいわ。野菜がうまい。鶏のうまみ全部吸ってる。野菜が鶏なんじゃないかっていうぐらい鶏。このソース重要だな、食べ飽きない。こう野菜には鶏のうまみが移ってるし、鶏には野菜のね香りだったり、あと甘みが移っててめちゃくちゃうまい。というわけで鶏もも肉と野菜の一皿でした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビエント。